皆さん、こんにちは。本日はフェリーに乗って岡山から小豆島に向かっております。風が強い。めっちゃいい。ご覧の通り、晴天の青空と青い海に挟まれてブルーの世界から始まりました。水面がキラッキラ眩しく光っていて本当に綺麗でしたよ。このフェリーはオリンピアドリーム瀬戸号という素敵な船でして、新岡山港小豆島間で往復それぞれ8便ずつ出ています。かっこいいスタンプも漏れなくゲット。このようにカフェカウンターもありまして、引き立ての美味しいコーヒーが購入できました。わ、めっちゃいい。おう。これに乗りたい。お。この映画を見たことはありますか？ここに来る前に見ようと思ったんですよ。あ最初の10分ぐらいしか。結構古いね。そう、この島に初めて女性教人として就任した女性の話。早速入っていきましょう。原作の小説は2回映画化されていて、1987年版のロケオープンセットが残っているのがこの映画村です。あ、本物みたい。あ、本当？うん。あ、ブックカフェもあります。案内してください。案内します。Google だと営業中って書いてあるのに。残念。でも魚の記憶は7秒だけどすぐ忘れちゃう。悲しい。7秒しかない。カフェシネマクラブキネマのいおり。中には小豆島が舞台の映画日本アカデミー賞10冠の8日目のセミのギャラリーがあります。たくさんの写真と実際の衣装、出演者サインや試写会映像など盛りだくさんの内容でしたよ。
っちゃ綺麗でしょ。本当ですね。はい。というたわけを終えていよいよ、この映画村屈指の映えスポット、木造校舎です。実はここから700メートルほど離れた場所に実際に存在する小学校を模しているそうで、そちらも見学が可能らしいです。そう、この校舎内の窓からの海の景色が口が開くほど素敵なんです。訪問者ノートが置いてあったので、しっかり痕跡を残しておきました。Welcome to Olive Park。道の駅ですよね。はい、行きましょう。これがさ、オリーブ色の幸せの郵便ポストだ。あ、本当？本当の郵便ポストですか？あ、わかんない。そうじゃない？グリーンカラーの初めて。多分わお、綺麗な色ですね。めっちゃ綺麗じゃん。島の隣。あ、海の。めっちゃいいじゃん。今何を持ってる？これは魔女のほうきです。へえ、空飛ぶほうき。すごい。ドレスも似てるね。めっちゃ合う。今日は何ですか？今日今日は何ですか？魔女の宅急便のキキです。すごい。あ、なるほど。だからこれで空を飛んでデリバリーするの。何をデリバリー？もう何でも Amazon みたいに。おい、すごいじゃん。無料で？ No, 有料？ it's her job. あ、なるほど。いいね。
これ面白いね。そう。めちゃかわいい。ウィーオッケー。そうね。海です。めっちゃ綺麗だよ、こっち。エンジェルロード、潮が引くと現れる砂の道。その神秘的な現象から大切な人と手をつないで渡ると願いが叶うと言われているパワースポットです。本当パーフェクトな時に来た。そ全部渡る。う。はい。素晴らしいタイミングですね。干潮の時間帯は検索すればわかるのでチェックしていくべし。そうですね。直島念願の直島に到到着しました。So, what's our first destination? もう降りてすぐそこに赤かぼちゃがあります。なるほど。もう人がそんないっぱい？もう一番有名な撮影スポットだからね。わあ。こうやって。こうやって。うわ、なんで？面白い。いいね。ということで本日はですね、レンタルサイクルで直島を1日回っていきます。天気を見て当日の朝にサイトから予約してみたんですが、当日予約は無効でした。幸い空きがまだあったので2台借りることに成功。ラインナップはスポーツサイクルからバイク、子供用や幼児シート付きまで豊富です。ちなみに瀬戸内芸術祭の期間は1ヶ月前には予約で埋まってしまうようでしたよ。荷物を預かってくれるのがとても助かりました。では早速サイクリング開始。はい、こちらは直島町にやってきました。飲食店や役場、休憩所などが集まる中心エリアですね。
こういう歴史感じる路地とさりげないアートが本当に楽しいです。まずランチを済ませたかったんですけど、行く店休みばかりで困り果てました。実は瀬戸内芸術祭の直前だったんですが、この間に休みを取るお店が多いようでちょっと要注意です。ということで、やっと営業中のお店を見つけました。まだ少し早い時間だったので無事に入れましたが、すぐに満席になってましたね。いや、冷や汗ものです。材料はすべて国産のようです。そしてさすがの古民家、いい雰囲気でとってもくつろげました。ランチメニューは1種類のみのアイスナオセット。1食でなんと20品目が取れるスーパー健康プレートです。やってきました、アイスナオセット。この玄米、酵素玄米というものらしく、小豆と一緒に炊いてなんと数日間保温、熟成させるんだそうです。ご汁は味噌汁に大豆ペーストをさらに練り込んでめちゃくちゃ濃厚。さて、ここから直島の家プロジェクト鑑賞に繰り出します。あ、山の中涼しい。あ、ちょうど涼しくなってきた。わあ。意外と上がりますね、山道を。あ、本当ですね。今、家プロジェクトの周防神社っていうところに向かってるんです。まあ実際そんなに長くは登らなかったです。5分ぐらいかな。この神社はこの地区の氏神が祀られている古い神社で、その昔は結構荒れていて、あまり人が近寄らなかったらしいです。それがこのようにアートとして改築されたんですね。実はこの地下が作品の一部で、鑑賞チケットで入場可能です。わ、綺麗。どう？わ、めっちゃおしゃれ。2階にある神社にガラスの階段。そう。初めて。あーめっちゃアーティスティック。